人は死なない。もしこの言葉を占い師でも宗教家でもなく、東京大学医学部の教授が、しかも救急医療の現場に30年経ち続けた医師が真顔でそう言ったとしたら、あなたはどう思いますか？今日お話しするのは都市伝説でもただのオカルト話でもありません。日本の医学界で最も信頼される人物の一人が、自分の目で見て体で感じてきたことから導き出した一つの理論です。しかもこの理論は、人は死なないという手間だけでは終わりません。なぜ臨死体験は起こるのか、私たちはアカシックレコドと呼ばれる宇宙の記録にどうすればつながれるのか、そこまで説明してしまいます。最後まで聞き終わったとき、あなたが今まで当たり前だと思っていた死という概念はコンティからひっくり返っているかもしれません。こんにちは、ナレタのゆきこです。今日も皆さんと一緒にこの不思議で少し心が軽くなるようなお話をじっくり見ていきたいと思います。それでは順番に見ていきましょう。この理論を語るのは矢作直樹という一人の医師です。矢作先生は東京大学の名誉教授であり、救急医療と集中治療の分野で世界的に知られる専門家です。1956年横浜生まれ、1900は知事1年に医師になってから麻酔科、外科内科と現場を渡り歩き、2001年には東京大学医学部附属馬陽院の救急部と集中治療部の部長に就任します。東京大学病院といえば日本でも最高峰の医療機関の一つです。その責任者という立場でありながら、先生は毎日生と死の境目をさまよう患者と向き合い続けてきました。2016年に定年を迎えるまで、実に15年にわたってその現場に立ち続けたのです。そしてその中で、医学ではどうしても説明できない現象を数えきれないほど目撃することになります。例えば、こんな話を聞いたことはありませんか？交通事故に遭ったした瞬間、目の前の景色がまるでスロモーションのように見えたという体験談です。矢作先生はこれをスロモーション現象と呼んでいます。極限の恐怖の中で、なぜ時間の流れがゆっくりに感じられるのか、医学的には未だに説明がつかないそうです。さらに不思議なのは、心臓移植を受けた患者に提供者だった人の記憶や好みの一部がそのまま引き継がれるという現象です。海外ではセルラメモリ、つまり細胞の記憶とも呼ばれ、こちらも科学ではまだ解明されていません。矢作先生はこうした説明のつかない現象と日常的に向き合ってきました。そしてある一つの結論にたどり着きます。それが人は死なないという考え方です。ちなみに心臓移植を受けた人の記憶が変わるという話は日本だけのものではありません。海外の研究者ポルピアソル氏も心臓移植を受けた患者を数多く注射し、同じような報告を残しています。ある患者は移植の後、急に甘いものが苦手になり、逆に激しい運動を好むようになったそうです。調べてみると、ソレファドナ、つまり心臓を提供した人が生前に持っていた性格そのものだったといいます。矢作先生が見てきたことは、決して日本だけの特殊な思い込みではないのかもしれません。2011年、当時55歳だった矢作先生は、この考えを一冊の本にまとめます。タイトルはそのまま、人は死なないです。30年間、救急の最前線に立ってきた臨床医が、マッソ面から魂について語った一冊です。この本が出版されると、医学界だけでなく、社会全体に大きな衝撃が走りました。科学者が、しかも東大のゲネキ教授が、
堂々と魂の存在について買ったのですから。普通ならこうした発言をした医師は周囲から強く批判されてもおかしくありません。ところが驚くことに批判の声はほとんど上がりませんでした。それどころか多くの医師たちが自分も同じような現象を見てきたと矢作先生を支持したのです。つまり医療の現場に長く身を置いた人ほど魂の存在をリアルに感じているということなのかもしれません。ではなぜ矢作先生はここまで確信を持って人は死なないと言い切れるのでしょうか。その答えは先生自身の行動も時代にありました。小学3年生の時、示唆少年は交通事故に遭い、脳に大きな損傷を負って長期間意識不明の重い状態になります。意識である今の先生本人が当時のカルテを見てもよく助かったものだと思うほどの未情だったそうです。一歩間違えれば命はありませんでした。しかし服を着ました時、彼にはある力が備わっていたといいます。それは少年の頃には理解できず誰にも話さなかった不思議な霊でした。それは人の魂を見る力です。志座先生はこう語ります。畳はその人の体の表面に浮かんでいる、体とぴったり重なっているようで実は重なっていないと。そしてその魂が最もはっきりと見えるのはその人が私の直前にいる時だと言います。魂が体から突き上がり離れていくのが見えた時、先生はああこの人はもう助からないとわかるそうです。つまり先生は人は私なないと信じているのではありません。実際に目で見えているというのです。ここまでですでに驚くことばかりだったかもしれません。ですがここからが本題です。この後お話しする臨死体験の生態とアカシックレコードの話まで聞くと、あなたの世界の見え方が全く変わってしまうかもしれません。この特殊な力があるからこそ、先生は臨死体験の生態についても独自の説明をしています。一般的に臨死体験は生死の境目で見る感覚だと思われがちです。夢のようなものだと。しかしスワゾ先生はそれは違うと断言します。多くの患者の臨死体験は実は私の1週間前、色には1ヶ月も前から始まっていると言います。しかも意識がはっきりしている状態で起こります。見える光景は光や釘だ、すでに亡くなった家族など美しいものがほとんどだそうです。つまり臨死体験とは死ぬ瞬間だけに見る見覚ではありません。私たちのすぐ隣にあるもう一つの世界の光景そのものだというのです。ではなぜ普段の私たちにはその世界が見えないのでしょうか。志田先生の説明はこうです。私たちの高身は本来その世界を感じ取る力を持っています。しかし生きている間は肉体という核に閉じ込められていて、すべての感覚がその卓を通してしか動きません。だから肉体というフィルターを通せないもう一つの世界は感じ取ることができないのです。タバトミが肉体を離れて初めてその世界を感じられるようになります。これが臨死体験の生態だと言います。そして魂が見るという行為には慮くべき特徴があります。それは世界に視覚がないということです。私たちが物を見るときは綿棒しか見えません。しかし魂は三杯粒子度すべてを同時に見ることができると言います。さらに魂には感情も記憶も持っています。ただし苦しみという感覚だけはほとんど感じないそうです。それならただの夢と何が違うんですか。そう思う方もいるかもしれません。志佐先生はこの違いも明確に説明しています。夢と臨死体験の一番の違いは、
記憶に残るかどうかです。夢は多くの場合忘れてしまいます。しかし臨死体験は2年経っても鮮明に覚えている人がほとんどです。なぜならそれは魂の記憶であり、脳の記憶とは仕組みが全く違うからだと言います。脳は容量に限りがあるため、感情が強く疎いた出来事しかうまく覚えられません。しかし神にはそうした制限がありません。だからこそ全てを鮮明に覚えていられるのです。そしてもう一つ興味深い現象があります。臨時体験の中では時間の感覚が完全に消えてしまうというのです。盤石を見ても心は止まっています。それなのに周りの出来事は普通に進んでいきます。先生曰く、時間というのは肉体、つまりこの三次元の世界だけに存在する概念であり、魂が体を離れると、そもそも時間という概念自体が消えてしまうというのです。ここまでで、ケムジがどのように体を離れ、どのようにもう一つの世界を見ているのか、そのメカニズムがかなり具体的に見えてきたのではないでしょうか。けれど、命の仕組みがこれほど詳しく分かっているのなら、一つ疑問が浮かびませんか。そこまで分かっているなら、なぜ医学で治療できないのかと。実はここに、矢作先生が本の中で強調している、もう一つの真実があります。それは、医学は私たちが思っているほど米の腕はないということです。現代医学は多くの病気を発見し、治療法を提供しています。しかし実際には、ほとんどの病気について、その根本的な原因やメカニズムは、未だに解明されていないのです。薬にしても同じです。薬が病気を治しているのではなく、実際にはあなたの免疫システムを助けているだけです。つまり、病気を治しているのは薬ではなく、あなた自身の体だというのです。実際、世界中の医学、論文には自然寛解と呼ばれる報告が少なからず存在します。末期のがんだと診断された患者が、これといった治療をしていないのに、いつの間にかがんが消えていました。こうしたケースは今の医学でもはっきりとした説明ができません。矢作先生からすれば、これもまた体そのものが持つ力の証拠なのかもしれません。ここで思い出すのがプラシボ効果とノシボ効果です。ただのお菓子を、これは特効薬だと耐えて飲ませると、本当に症状が改善することがあります。逆に、本物の薬を、これはただのお菓子ですと伝えると、効果が出なくなることさえあります。これは二重盲検試験という実験方法で、すでに科学的に証明されている事実です。つまり、あなたを本当に治しているのは薬ではなくあなた自身なのです。さらに衝撃的なのはデイ・エンウェについての指摘です。私たちはすでにデイ・エンウェの並び方をすべて読み届いています。しかし、そのデイ・エンウェが実際に何をしているのか、その仕組みについては科学は必然としてほとんど何も分かっていないというのです。司佐先生はこう結論付けます。医学は人の寿命を延ばすことはできない。医学にできるのはあなたが本来生きられる年齢まで生きる手助けをすることだけだと。そしてその本来生きられる年齢を決めているのは遺伝子、つまり運命だというのです。まだ実際生まれてすぐに別の家庭で育てられたギラン構想生命を追記した研究があります。全く違う環境、違う生活習慣で育ったにもかかわらず、2人が亡くなった年齢は驚くほど近かったという報告です。おだった環境ではなく、生まれ持った何かが寿命を左右しています。志座先生の考えは、こうしたデータとも
決して無関係ではないのかもしれません。ここで紫佐先生はさらに踏み込んだ話をします。人がギリギリの状態から生き延びられるかどうかは意識のパレメだけでは決まりません。先生曰く、そこにはある見えない地帯がはごらいているというのです。この世界には一人一人の運命、そして世界全体の片場さえも左右する無垢に見えない力が存在します。理論的に言えば、その力の正体こそがアカシックレコードではないかと先生は考えています。それを君と呼んでも構わないともこだっています。この見合えない力を説明する前に、先生はもう一つ前提となる話をします。それは科学もまた私たちが思っているほど万能ではないということです。スマートフォンも高性能なコンピュータも AI も私たちはすでに作り出しています。しかし実はその中何にある量子力学の原理そのものは未だに誰も本当の意味では理解していません。私たちがしているのはその原理を応用しているだけなのです。紫佐先生曰く、科学がこれほど不完全なものである以上、それを無条件に信じることは、実は宗教を信じることと何も変わらないというのです。先生はこう語ります。神学は原始的な科学である。そして科学は新しく生まれた宗教である。もともとこの二つは同じものだったと。考えてみれば、歴史はそれを何度も繰り返してきました。勝手ガリレオが地球は太陽の周りを回っていると告げたとき、それを頭ごなしに否定したのは当時の権威でした。今、その権威のただにいるのは、もしかすると科学そのものかもしれません。新しい発見が既存の常識と使い違うたびに、私たちは手じ待ちを繰り返していないでしょうか。さらに先生は、量子力学の登場によって、それまでのミニガン論、つまり無自と精神は全く別のものだという考え方が完全に付されたと語ります。なぜなら、量子力学の世界では、精神が物質に影響を与えることが確認されているからです。つまり、精神と物質は誰と堀のように本質的には同じものだというのです。そして、いよいよあのアカシックレコードの正体です。先生曰く、アカシックとは空から絶えず降り注ぐ雨のようなものだと言います。それは常に私たちの頭上に降り注いでいます。ただ問題は、それを受け取る準備ができているかどうかなのです。例えば、アインシュタインです。彼が何かを研究しているとき、突然、そうか、これだとひらめく瞬間があります。私たちがインスピレーションと呼ぶもの、その正体こそがこのアカシックだというのです。発明家のニコラ・テスラも同じような例だと言います。彼は目に見えない交流電流の仕組みを誰よりも早く思いついた人物でした。目に見えないもの、証明できないものをなぜ先に分かってしまったのでしょうか。矢作先生はそれもまたアカシックから降ってきた情報をたまたま受け取れる状態にあったからではないかと考えています。そして先生はこう推測します。臨死体験をした人は肉体という殻から魂が離れやすい状態にあるため、通常よりも多くのアカシックの情報を受け取れるのではないかと。これはつまり、かって心理学者ユングが唱えた人類全体が生まれながらに共有している心の奥底の記憶という考え方と本質的には同じ原理ではないかというのが先生の考えです。国も時代も違う人々がなぜか同じような神話や小中を思い描いてきたこと、その理由もこの一つの原理で説明できるのかもしれません。ただし、この雨のような情報はあなたの体に降り注いでいても表面ではじかれてしまえば意味がありません。
体の奥深くまで届いて、初めて受け取れます。だからこそ、魂が肉体という殻から少しでも自由になっている状態、つまり臨死体験のような瞬間が重要な意味を持ってくるというわけです。矢作先生の本が出版されてから正面から反論した人はほとんどいませんでした。なぜならこれらはすべて先生自身が実際に見て感じてきたことだからです。そして先生自身、これを無理に信じてほしいとは一度も言っていません。先生の願いはただ一つです。科学で証明できないからといってそれを存在しないと決めつけないでほしい。どんな現象にもどんな理論にも心を開いていてほしい。というのも、私たちがこの世界について理解していることは実はほんのわずかに過ぎないからです。矢作先生は体感した後も講演や執筆を通じて同じメッセージを伝え続けています。それは死を恐れる必要はないということ、そして目に見えないものを頭から否定しないでほしいということです。もしこの話があなたの死に対する見方を少しでも変えたなら、それだけでこの動画には意味があったと思います。次の動画でも今日のようにあなたの当たり前を静かに揺さぶるような新しいお話をお届けする予定です。どんな内容になるかどうぞお楽しみに。続きが気になる方はぜひチャンネル登録をして次の動画を待っていてください。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。